さてさて、本日も解説をやっていきますが、今回は幽体離脱についてです。幽体離脱ですか？なんか幽霊よりも結構身近なイメージがありますけどね。確かに、幽体離脱なら体験できる可能性があるかもね。でも、科学的に言えば、正確に幽体離脱の存在を証明はできていないのよ。それに幽体離脱については、少々暗い話から始まるわ。へえ、具体的にはどういう話なんですか？その始まりは、1861年に、ボストンで宝石商を営む、熱心なアマチュア写真家のウィリアム・マムラーが驚くべき発見をしたところからです。彼は、自分の撮った写真を現像液につけたところ、なんと彼の横に、若い女性の姿がぼんやり浮かび上がったのです。そして、その写真を見せられた友人たちは、写っている女性が、マムラーの死んだ10姉妹に、気味の悪いほど似ていると発言し、マムラーは、死者の写真を撮ってしまったと本気で信じ込みました。さらに、その写真は、新聞のトップページを飾り、史上初の心霊写真として大々的に報道され、これをビジネスチャンスと捉えたマムラーは、世界初の心霊写真家として商売を始めたのです。つまり幽体離脱も、突き詰めれば幽霊に行き着くわけですね。確かにそうね。それから、マムラーの数年間に及ぶ大繁盛が続いた後で、少々厄介事が持ち上がったのでした。なんと、勘の鋭い客たちが、写真に浮かび上がった例は、以前、マムラーのスタジオで撮影された人物に酷似している点を見抜き、証拠がいくつも集まったことで、マムラーは詐欺罪で起訴されてしまいました。その裁判では、有名人も証言台に立ち、世間の注目を集めました。そして、裁判の結果、詐欺罪は免れたものの、マムラーの評判は地に落ち、莫大な弁護料の支払いに財産を使い果たした彼は、貧困の中で1884年に死んでしまいました。なんか、ここまで栄枯盛衰がジェットコースター並みの人を、久しぶりに見た気がします。しかし、心霊写真という概念は、マムラーの死後も長く生き残り続け、フランスの科学者イポリート・バラデュークが、写真を撮られた人が、自らの念力で像を作り出したのではないかと考えました。そこでバラデュークは、ある方法によって、心霊写真の撮影実験を開始しました。その方法とは、1907年に、息子のアンドレが、肺病で息を引き取った数時間後に、棺で眠る息子の亡骸を撮影するというやり方で、息子の魂が撮れるか確かめたのです。その結果、なんと、写真には、形のない、ぼんやりした波のようなものが、かなり強い力で四方八方に飛び散る様子が映っていました。さらに、息子の死からちょうど6ヶ月後、今度は、妻が重い病で危篤状態になったので、ベッド脇に撮影機材を用意し、死ぬ瞬間をじっと待ったのです。これって倫理的にどうなんですかね？決して称賛できるやり方ではないのは確かね。それでも、彼の妻は、3回ため息をついた後息を引き取り、バラデュークは、そのうち1回を撮影することができました。そこには、バラデューク夫人の上に漂う3つの白い球体が映っていたのです。バラデュークは、自分が霊魂を撮影したと確信を持ったのですが、マムラーの時とは違い、他の人々はそう思わなかったのです。彼の写真については、写真に撮られた幽霊たちという書籍の中で、彼の写真について論じた超常現象の研究家メルビン・ウィリンが、あるプロカメラマンの言葉を引用して、心霊写真ではなく技術的なミスだと反論しました。人の魂を撮影したいがために、じっと死ぬのを傍らで待たれている奥さんはどんな気持ちだったんでしょうね。正直、当事者たちの気分を伺い知ることはできないから、考えないようにしてるわ。それに、魂の重さを測るため、臨死状態の人や死者を実験台にして、霊魂の研究を行ったのは、バラデューク一人だけではありませんでした。例えば20世紀初頭に、アメリカの医師、ダンカン・マクドゥーガルも、人間の魂の重さを測って有名になったのです。彼は、住まいの近くにある肺病患者のホスピスで死期が迫った患者6人に、死の気配が感じられるたび、ベッドごと移動させ、息を引き取る瞬間を待っていました。そして彼の観察記録には、患者の体重が 28g の割合で減少して、3時間40分後に患者の呼吸が止まると、最終的な体重の減少は
約 21g であることが確認されました。また、他の患者5人も同様に観察して、マクドゥーガルが合計6人の減少した体重の平均値を計算して、結論は人間の魂の重さが 21g であると胸を張って発表したのです。それが本当なら大発見じゃないですか？初めて聞きましたよ。人間の魂が 21g だなんて。その通り、本当に正しければ、ね。実は、彼の研究方法にはいくつかの手違いが見つかり、発表してからは、魂を信仰の対象とする多くの宗教団体から敵意を向けられていたの。それにマクドゥーガル自身も、望ましい結果が得られないと分かっても、自分の理論を曲げるような科学者ではなく、言い訳でその場を乗り切ることもあったわ。例えば、15匹の犬を使って同じ実験を行ったけど、死亡時に体重が減少しませんでした。その時の言い訳は、犬に魂がないからです。そして結局、彼は有名になりましたが、アメリカ心霊研究学会や多数の科学者から反論を受け、彼が論破されてしまうと、そのまま、事実でないのはほぼ確実というレッテルとともに、科学界の下手者の一つとして片付けられることになりました。ちょっとだけ面白そうだと思いましたが、やっぱりダメでしたか？さてさて、ここからは幽体離脱について話をしていくわ。おそらく幽体離脱について最も古い記録は、1740年にフランス人医師、ピエール・ジャン・ルモンショーが書き残したものです。それによると、イタリア旅行から戻ってきたあるパリの薬屋が高熱で倒れてしまいました。そこで当時では一般的だった、体から大量の血を抜く、遮血による治療を試したのです。ところが遮血を受けた薬屋は、気が遠くなって失神し、長い間意識が戻らないので医師に心配されたが、ようやく目を覚ました後、身体の感覚がすべて失われ、純粋で強烈な光が現れたので、ここは天国だと思った。人生でこれほど素晴らしい瞬間はなかったと証言しました。このことから、臨死体験は意外にも強烈で感動的なものだということが示唆されたのです。臨死体験が感動的で素晴らしいって話は初耳ですよ。また、臨死体験を科学的に分析しようとした試みに、1970年代に行った研究があるわ。死の瀬戸際で不可思議な経験をした人を探し、当時の状況を聞き出しました。臨死体験に至る過程は様々ですが、回答者の多くは、人生が走馬灯のように蘇った人もいれば、過去の体験がパノラマとなって瞬時に再現された人や、死んでしまった人間の存在を感じたという人もいました。そして、回答者の臨死体験に多く共通していたのが幽体離脱で、自分の肉体を離れ、天井などの別の場所から眺めていたという奇妙な体験が、回答者の証言から明らかになりました。また、幽体離脱の際は、肉体を出たり入ったりするのはとても簡単で、瞬間的にできるらしいです。さらに体を離れた自分の身体は、実際の体重より軽いものの、大きさは変わらず、生まれつきや後天的な身体障害も消失しているそうです。そして、回答者のほぼ全員が、離脱後の自分は自由に動き回れたが、肉体から数メートル以上離れることはできなかったと話しました。ここまで幽体離脱時の体験について、詳しく話を聞いたのは初めてですが、ちょっと体験してみたくなりました。それから、数十年後に行われた最新の2014年の実験では、それまでの方法を改良し、各国の15の病院で検証が行われました。まず、心肺停止と診断されながら、蘇生が成功した患者を対象にして、蘇生処置がよく行われる救急部門や、急性期医療の病棟に、幽体離脱して上から見ないと何が書いてあるかわからない、ある絵を描いたボードを天井近くに設置しました。そして、幽体離脱を経験したと報告する患者が、ボードの絵を正確に言い当てることができれば、離脱現象が実証されたことになりますが、実際に15の病院では、研究期間中に蘇生処置が2060回も行われました。ところが、蘇生の成功率は 16% 程度で、さらに死の淵から生還できても、患者の病状が良くない場合や、問い合わせても返事がないこともあり、蘇生後の行方が不明な人間が多いという問題にぶち当たりました。また残念なことに、一旦蘇生したが、すぐに亡くなってしまった人も中にはいました。やっぱり、内容が内容だけに、実験の基準を満たす参加者を集めるのはかなり難しいみたいですね。
難しいなんてもんじゃないわよ。研究者たちは、やっとの思いで蘇生者の面談にこぎつけましたが、実験に当てはまりそうな人は、全体の 9% しかおらず、鮮明な臨死体験を記憶していたとなると、たった2人しか見つけられませんでした。そのうちの1人は男性で、電気ショックという医師たちの声やずんぐりしたハゲ頭の男性や看護師が、手術用の服を着ていたなど、臨死体験の記憶を詳細かつ鮮明に覚えていました。もう1人の臨死体験は断片的で、天井から下を眺めて、看護師が自分の肉体に心臓マッサージを施したり、医師が喉に何か入れているのが見えたと発言しました。一見すると、研究者たちの実験は成功に近づいているようにも思えますが、今回の研究では、参加した病院の数が多く、両棟すべての部屋にボードを設置することは費用的にも不可能だったので、救急部門などの蘇生処置がよく行われるごく一部の場所に限定したことがあだとなりました。なんと臨死体験を経験した2人が蘇生処置を受けた部屋に実験のボードはありませんでした。うわ、あともうちょっとだったのにめちゃくちゃ惜しいですね。さすがの私もこれについては惜しいと思ったわ。でも残念ながら実験そのものは失敗したし、未だ幽体離脱に関する有力な科学的証拠が見つかっていない状況が続いているわ。でも、幽体離脱をなんとか証明しようと、頑張っている科学者の人たちがいるってことを知れたのでよかったです。ぜひ、続報に期待したいと思います。はい、というわけで、今回は以上で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。他にもベルマークを押すと、最新の動画などを見逃さずに済むので、ぜひご利用ください。